放送あんまり乗らないんですの。どうしたら伸びるんですの。どうもー、宮です。カットされてデビューした VTuber 講師、ディスコテンメテオです。もう冒頭の挨拶で、とある人気 VTuber さんの話をするってのが分かった方はいるんじゃないかなと。今回のテーマは、100万天原サロメ城と、桐生ココ会長から学ぶ VTuber がライブ配信を伸ばすコツでございます。この VTuber 講師動画シリーズの第7弾、動画 VS 配信どっちがいいのってテーマを取り上げたけど、今回は生放送、配信というものに絞った時に、どうやって伸ばせばいいかっていう内容になってます。1、2人の共通点と相違点。2、2人から学ぶライブ配信の伸ばし方のコツ。3、今すぐ真似できること。ちなみに今回は2人の人柄についてはほぼ触れません。どんなタイプの売り方をしていてもすぐに実践できるところ、真似できるところの行動ベースまで落とし込みます。ライブ配信中心で伸ばしていきたい方はもう超必見だと思うし、視聴者さん視点でもなるほど確かにってうなずいちゃうような内容だと思います。ということで今のうちにこの動画の高評価、 YouTube のチャンネル登録、そしてメテオ先生の Twitter のフォローして次回以降のシリーズ動画を見逃さないよう通知ベルマークをオンにして最後まで動画を見てください。丸1、2人の共通点と相違点。 VTuber をより多くの人に知ってもらうきっかけになったと言っても過言ではない2人の頂上、100万天原サロメ城と桐生ココ会長。すでに桐生ココ会長はホロライブを卒業してはいるものの、当時のスパチャ総額ランキングや一つの配信でのスパチャ金額は世の中をあっと驚かせましたよね。2022年になって二次三次を運営するエニカラが上場、ほぼ時を同じくしてデビューを果たした100万天原サロメ城。初配信からわずか2週間で YouTube のチャンネル登録100万人を突破するという大人気。普段 VTuber もバイオハザードも見ない方がサロメ城のバイオハザード配信を見るという現象が起きているのを実際に観測しています。この2人をメテオ目線で分析した時に、ライブ配信を伸ばすというポイントがめちゃくちゃ効果的に詰め込まれてたので、2人の共通点と相違点を見ていきたいと思います。2人の共通点、分かりやすいキャラ、短時間配信、時間固定、発信者側が話題に出す、同性のファンが多い、大人気の VTuber 大手企業からのデビュー、周りを巻き込むのがうまい。分かりやすいキャラについて2人ともさ、こんな人なんだよねって説明しやすくない？で、登場のタイミングでインパクトあるキャラクターだったってのがポイントなんじゃないかなって思ってるのね。どこかのメディアさんが記事にした時に印象に残るし、興味を惹かれるんだと思うんだよ。2つ目の短時間配信、これは VTuber 講師動画シリーズの7とか12の動画でも言ってる通り、現代人は暇じゃないって話と通じるものがあるんだけど、忙しくても見れる範囲の時間の中で配信が終わってるんですよ。いつ終わるか分かんなかったら視聴者さんずっと見るって結構難しくて、いつお風呂に入ろうとか、そろそろ寝たいけどとかっていう歪みが視聴者さんの生活に発生して、いつの間にか無理することになったりとかするのね。それにさ、みんなも経験したことない？待ち合わせで10分後に着きますって言うなら待てるけど、もうちょっと待ってのちょっとがどれくらいか分かんないとちょっと不安になるみたいな、そういう意味でも無理のない範囲で終えるっていうのはこの時代にマッチしてると言えるんじゃないかな。3つ目の時間の固定、これは短時間配信とも通じることがあるんだけど、毎日同じ時間で視聴者に自分の配信に来る習慣をつけてもらうっていうのがこの2人がやってることなのね。わかりやすく言うと、桐生ココ会長は朝の出勤通学前起きてすぐ夜更かしさんの寝る前という形で、サロメ城は夜寝る前の時間に毎日1時間だけっていう形で、2人とも配信のゴールデンタイムからずれているので競合が他の時間帯に比べて少ないんだよね。でも朝もしくは深夜っていう視聴者さんになる人たちの用事が少ない時間帯で、さらにみんなが起きている時間帯っていうのも人気が出たポイントなのかもなって思ってます。さらにこの2人の場合、時間の固定だけじゃなくて中身も比較的同じようなことをやってるのね。帯番組みたいな感じにしてある程度同じ内容にしてあるから余計習慣にしやすいのよ。4つ目、発信者側が話題に出す。これは狙ってできるもんじゃないんだけど、丸2と丸3をうまく使うことで同業者である他の VTuber さんとか YouTuber さん、表に出ているインフルエンサーさんが2人の話題をよく出してるのをメインにしてきたんですよ。これマジでメリットでかいんだけど、なかなか真似するのは難しいかも。5個目、同性のファンが多い。2人のファンを遠くから見た時に同性のファンが結構多くない？特に女性 VTuber さんって女性のファンがつきにくいんだけど、ツイートを見ていても女性のツイートが比較的多いのよ。考えるまでもないと思うんだけど、異性からだけよりも数字がより伸びるの早いよね。大手 VTuber 企業からのデビュー、私がずっと言ってる知ってもらうってことが大事っていう点において圧倒的なアドバンテージ。これも言うまでもないと思うんだけど、ホロライブさん、二次三次さ、この2つの企業でデビューすることって
で、それだけで今知名度が上がる、広告打ったり頑張る前にある程度知ってもらうってことが完了するわけ。逆に言うと、その2つの企業の中でも爆発的に人気になった理由がこの2人にあるって話でもあるんだけどね。7つ目、周りを巻き込むのがうまい。これについては才能、センス、努力で得てきたスキル、環境とかが揃ってできるものでもあるんだけど、デビューした企業の先輩とか社長とかを使って周りを巻き込んで活動してるのよ。こうすることでより話題になるし、コンテンツ自体も興味をより惹かれやすいものが作れるのね。さらに本人も楽しめるケースが多いと思うんだよ。別の言い方をすると、周りの力を借りるのがうまいってことになるかな。じゃあこの2人の違う点はどうなんだろう。2人の相違点として時間帯と企業が違う。これぐらいかな。ココ会長は早朝でサラベ嬢は深夜っていう違い。ホロライブさんと2時3時さん、その企業の違いがあるので、初期のリスナーさんたちの属性も若干違うんだけど、もちろん人柄とかキャラとかも違うんだけど、マーケティング的に見るとこの辺が違うと思われます。丸2、2人から学ぶライブ配信を伸ばすコツ。生放送は YouTube でおすすめや関連に乗りにくい傾向にあるってのはよく話してると思うんだけど、話題になって一気に伸びたり、初めて来てくれた視聴者さんが定着することでじわじわ伸びることもあるから、そのためのコツっていうのを飛龍ココ会長と100万点パラサロメ嬢からがっつり学ぼうって話なのね。結論から言うと、さっきの7つの要素は全てライブ配信生放送を伸ばすのに効果的なんだけど、私とか個人でやってる人とかに向けても取り組みやすい形にすると、この3つかなと思います。まず、時間を固定する。シチュエーションとかカテゴリーを固定する。短時間でやる。さっき説明した内容でもう理解した人が多いと思うんだけど、ライブ配信伸ばしたいと思った時にかなり効果的なのが、いつも同じ時間帯に同じ時間配信してるっていうポイント。特にサロメ嬢の配信は寝る前に1時間だけ見て寝るって習慣になってていいっていう声が多いし、実際に私の知っているインフルエンサーさん、YouTuber さんも寝る前に1時間だけ見てんだよねって言ってました。これが長時間だと視聴者が全部見れなかったりとか追いにくいってあるんだけど、1時間ならアーカイブでも追いやすいっていう話もあるのね。なのでいつやってるか、いつ終わるのかってのが分かって、それが習慣化できる定期配信になると視聴者さん側が安心して見れて習慣化しやすいんですよ。だから視聴者が定着する。それに他の VTuber さんがあんまり配信してない時間帯で一般の人がまだ起きてるタイミングで時間を固定してくれると、視聴者さんたちはありがたいってなるわけ。この動画を視聴してる人だったらこの感覚覚えあるんじゃないかな。丸3、配信を伸ばすために今すぐ真似できること。ここまで動画を見てきたならもう何実践すればいいか分かってると思うんだよね。まずはブランディングとターゲット設定を見直した上で、配信の時間を固定して視聴者さんの生活の中に自分の生放送を見るっていうのを習慣にしてもらう。そしてこれを短時間配信にしてコンテンツのジャンルや見るシチュエーションを絞ってあげる。ここでのジャンルってのは絞りすぎなくてもいいんですよ。エンタメ系ならエンタメ系でいいし、ゲームならいろんなゲームやってもいいの。ある程度どんなことを中心にやってるのかっていうのが分かるだけで、視聴者さんは定期的に来やすくなると思うんだよね。シチュエーションを絞るっていうのは、例えば寝る前に1時間見るとか、朝仕事の前に見るとか、こういうシチュエーションを絞ってあげること。こうすることでより習慣化しやすくなるんだよね。もう一度言いましょう。時間を固定する。シチュエーション、ジャンルを絞る。時間を短時間にする。この3つなら今すぐ取り入れられそうじゃない？ちなみにメテオは生放送でこれをやるのがなかなかきついので、他で3つ時間を固定してやってることがあります。1つ目が毎朝だいたい6時半から7時の間におはようツイートをすること。2つ目が毎朝7時にショート動画を出すこと。3つ目が毎日夕方の17時、夕方5時に YouTube のコミュニティでアンケートを出すこと。特にコミュニティアンケートは時間のない人に好評で、日によって1000件以上アンケートの回答がある日も結構増えてきたし、たまに忘れてるとまだって Twitter でリップが来たりするのね。今回参考にした2人が実施しているポイントじゃない部分でも生放送の伸ばし方の例を紹介しておこう。1、超長時間配信。これについては年1回とかの企画でもいいし、通常のライブでもいいんだけど、1回やってみると普段自分のところに来そうもないカテゴリーの人たちが自分のライブ配信にたどり着いたことに気づくかもしれない。ただこれについてはだらだらゲーム配信をやってるだけだとなかなか難しいので、この VTuber コンサル会議で相方の川崎スイちゃんが詳しく語ってくれてるので、やってみたい方はご参考までに概要欄にリンク貼っとくね。1つ目、
トレンドや人気コンテンツに乗っかる。最近メテオ先生のとある緊急生放送が伸びた理由がこれなんだけど、 YouTube で ASMR 系の配信をメインでやっている VTuber さんたちが次々にバンを食らったっていう事件があったの。それについてまだきちんとした解説がなくて、みんなよくわかんなくてどういうことみたいになってる時に、きちんとした正しい情報をわかりやすく解説したっていう配信。私以外の VTuber さんも2022年に入ってからゲームのトレンドでポケモンとかエルデンリングを配信してる人が一時的に伸びまくったりもしたよね。こういうものに敏感になって取り入れるってのはめちゃくちゃありだと思う。ただこれは自分のブランディングとターゲット設定の範囲内で取り入れるようにしてね。自分のブランディングとターゲット設定のど真ん中って感じなんだったら、ちょっと無理してもそのコンテンツを出すのをおすすめします。3、タイミングを見計らう。これはね、毎回成功するわけじゃないんだけど、例えば人気配信者さんがちょっとマイナーなゲームをしてたとして、その配信者さんの配信が終わる時間を予測して、その少し前くらいから同じゲームの配信を始める。関連動画に自分の配信を出やすくする方法でもあるんだけど、いろいろコツも必要だからハマらないことも多いのね。ただハマると本当にびっくりする同時接続数、同接数になったりとかすんのよ。メテオも過去に朝ツイッチでロルをふふーんって配信してたら、いつもの10倍くらい同接がついてびっくりした経験がある。 YouTube じゃなくてツイッチとかミルダムっていうライブ配信サイトとかだと、知り合いの配信者さんが配信の終わるタイミングでレイドっていう形でそのまま視聴者さんを送り込んでくれることもあるので、協力し合う人がいればそれもありかなって思います。他にも生放送を伸ばすためにいろいろ考えられることはあると思うので、 VTuber 講師シリーズで何度も出てきた PDCA サイクルってやつ、ぜひ回してみて、仮説を立てて実際に取り組んでみて効果を確認して改善する PDCA サイクルを使って、ぜひ自分に合った方法を見つけてみてください。ということで今回のまとめ。1、ライブ配信を伸ばすコツは伸びてる人から盗め。2、視聴者さんの生活に習慣として組み込んでもらおう。3、自分に合ったやり方を試行錯誤してみよう。人気が爆発的に出た人たちってもちろん何らかのアドバンテージがある場合が多いんだけど、それと合わせて人気が出た理由っていうのを持ってることが多いので、そういう目線でなんでこの人人気なんだろうって考えながら見てみると結構面白いよ。ちなみにメテオ先生はいつもそんなことばっか考えてます。この動画シリーズが伸びなくて悩んでる人の役に立ったらいいなと思ってます。今回の動画の感想とか、桐生ココ会長や100万点原サロメ嬢が人気の理由、他にこんなのもあるんじゃないみたいな意見は気軽にこの動画にコメント書き込んでってください。てなことで第18弾は以上ですわ。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画の高評価、 YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。あなたへのおすすめはこちら。それではまたお会いしましょう。ディスコテンメデオでした。